皆さんこんにちは、ガジェログです。10月の27日ですね、日本時間の夜8時からローンチイベントが行われましたけども、ついに発表されましたね。シャオミからレドミノート12 Pro がいよいよ出てきました。一体どんなスペックになっているのでしょうか。今回はレドミノート12 Pro のシリーズについてスペックの解説を行ってみたいと思います。というわけで、シャオミの公式サイトの情報をもとにお届けしたいと思いますが、こちら中国版のサイトになりますので、Google 日本語翻訳にして見てみたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。まず主な特徴から見ていきたいと思います。早速カメラの情報になりますが、ここにね、映像覚醒とありますが、いわゆるイメージセンサーがもう革命的になりましたということになります。フラッグシップのアウトソールから光学式の手ブレ補正、高度なアルゴリズムからクリエイティブなスタイルの優れた画質、自分を表現してください。フラッグシップの画像まで全てのリンクをノートで復元できますとありますね。まずは注目すべきところは光学式の手ブレ補正がつきましたよと出ていました。中国元でいうところの3000元以下のデバイスで 39% ほどしか光学式手ブレ補正は載っていないという情報が出ていました。ですので、レドミ12シリーズにおいてそこにね挑戦してきたということを言っています。そしてそのイメージセンサーになりますが、12 Pro に関しましてソニーの IMX766 というね、かなり高画質で定評の高いイメージセンサーが搭載されます。フラッグシップのイメージング新技術とあります。これは本当にハイエンドで乗っているこのミドルレンジにもついてきました。レドミ頑張りますね。そしてカメラ搭載のデザインスタイルになりますけども、まずこのメインセンサーは IMX766 は50メガピクセルということで5000万画素となっていますね。そして超広角カメラは800万画素、そしてマクロカメラは200万画素となっています。このねデザイン個人的にはかなり好きですね。そしてこちらがですね、最近ね中国ではこういった感じの古いトラディショナルな感じで撮影するのが流行ってるようなんですね。日本においても昭和レトロのブームもあるので、若者にはこういった感じの撮影スタイルっていうのがあってるのかもしれませんね。そして光学式テプレ補正に関して目に見えない三脚とありますね。こちらの写真に関してもこの撮影されたねこの映像を見てみますと非常にくっきりと写っているのが特徴となっています。そしてこちらの写真にもありますように、夜間でも綺麗にやっぱり写しますよというふうにも言っています。またその撮影された写真になりますが、超高感度の夜景は明るいライトに負けないとありました。確かにこの暗い部分、こちらの暗部、そして明るい部分、一つの写真の中に綺麗に収まっています。そしてこのようなねレトロな感じの写真が非常に際立って写っています。本当にねフィルムカメラで撮影したような感じですよね。下にですねどんな種類のフィルムで撮ったのかっていうことなんですけども、これ実際はこのレドミノート12 Pro で撮っているわけですが、まるで当時のフィルムカメラの各ブランドというんでしょうかね、各メーカーのフィルムで撮ったかのような撮影結果になっているということです。そういったね撮影スタイルが中国では流行っているようです。次にボディデザインについて見ていきたいと思います。軽薄潮流とありますけどもね、軽くて薄く、そしてトレンドなデザインになっているということです。軽さに関しましては 187g ということで、これはねちょっと軽めですよね。このクラスで考えますと 200g 級が一つの目安だと思いますので、若干ですけどもね安くなっています。また厚みに関しては 7.9mm ということで、このクラスに関しましては薄いなと思います。ただ気になるのはね、やっぱりカメラが飛び出てしまっているので、ここも含めて 7.9 なのかどうかはちょっと不明です。そして最近流行りのこういうエッジスタイルになっていて、こういうねスクエア型の丸みを帯びたものではないデザインになっています。そしてカラーリングの情報になります。まずブラック、そして淡い感じのブルー、そしてホワイトになっています。個人的にはこのホワイトいいなと思いました。そしてディスプレイに関する情報になりますね。フラッグシップ級ですと OLED ということで有機 EL パネルになっています。ただですね、AMOLED と言っていないところからするとサムスン製の有機 EL パネルではなくなったということになると思います。ということでどこのメーカーかは分かりませんけども、ローンチイベントの中ではですね新しいディスプレイを搭載したというふうに言っていました。Xiaomi が作っている
のか他社なのかはちょっと分かりませんけどもね、新しい有機 EA パネルが積まれています。しかもそのディスプレイはフラッグシップ級ですよと言っていますね。その内容になりますけども、強額縁になります。この一番下の部分が 2.9mm のベゼル幅しかありませんということで、非常にね強額縁で画面いっぱいまで広がっています。そして900ニットに対応していますので明るいディスプレイですよと。そしてね画面サイズは 6.67 インチと大画面となっています。リフレッシュレートは 120Hz に対応し、ピクセル数はですね 2400×1080 になっていますので、かなりね高精細で綺麗なディスプレイになっているようです。そして画面の明るさの調光に関しましては16000レベルの調光を実現しているということですので、かなりねその状況に適した明るさを本当に微細にコントロールして目の疲れを軽減する仕組みが入っているようです。それでついにねエクスペリエンスということでフラッグシップ級の体験がパフォーマンスとして登場しました。チップになりますけども、ディメンシティの1080ということでワールドプレミアとなっています。これ新しいチップになります。 TSMC 製の6ナノメートルのプロセスで8コアの CPU アーキテクチャが超高効エネルギー効率、超低消費電力および優れたバッテリー寿命をもたらしますと出ています。6ナノメートルですので結構ね最新の世代になっています。いよいよディメンシティのね4桁台のチップが乗ってくるようになりましたね。これ嬉しいですね。昨年の中国版は920が乗っていたんですけども、結局それが日本に入ってくることはなかったんですが、今回は中国版は1080ということになりました。とはいえ今後グローバル版が発表される頃にはこれが何かに置き換えられる可能性もなきにしもあらずということで、なるべくねこのまんま来てくれたら嬉しいんですよね。そしてやっぱりねチップが良くなりますと発熱が大きくなるということで、新世代の高熱伝導率のグラファイトを使っていて、12層の冷却システムにより安定したストレスのないゲームを実現と出ています。というわけでさらに新しくなった熱伝導率 77% アップしたということで、長時間ねゲームをプレイしても発熱に関しては安心ですよと出ています。そしてバッテリーの情報になります。 5000mAh ということでやっぱりね大容量のバッテリーが積まれています。そして充電に関しましては 67W 充電に対応ということで、最上位モデルに対して少し抑えめにはなっていますが、日常使いでは十分なワット数だと思います。そして充電速度の情報になりますが、なんと15分で半分充電しますと出ていますし、満充電には46分というふうになっていますので、これもそこそこの速度ありますので十分じゃないかなと思います。そしてネットワークの情報になりますが、 5G プラス 5G ということでデュアル SIM に対応し、デュアルスタンバイということで DSDV に対応しています。ただねこれあくまで中国での情報になりますので、グローバルモデルもしくは日本モデル、多分来年のね日本においては春頃じゃないかなと思いますが、このあたりねちょっと変えてくる可能性もあるかもしれません。その他の情報になります。まず X 軸のリニアモーターということで、これはねバイブ振動になりますが、コツコツとした感じの振動が発生します。そして多機能の NFC ということで Google Pay とかもね使うことができるかもしれません。またやっぱりこのあたり嬉しいですよね。 3.5mm のヘッドホンジャック、また赤外線リモコンということでシャーミが毎回ね頑張って搭載してくれていますし、また IP53 防水ということで最上位等級にはなっていませんけど、ある程度生活防水ですね対応しています。また Wi-Fi6 に対応しています。そしてステレオデュアルスピーカーが搭載されてドルビーアトモスサラウンドサウンドに対応しています。このね上位のところ見ると上にスピーカーがついていることが確認できます。ただここもねちょっと下げてきた部分があります。昨年の11 Pro に関しては JBL 監修のステレオスピーカーになっていましたので、ここはね何も無印になっているのでね、今回はシンプルに決めてきたという感じですね。ではまだ触れていなかった詳細の情報を見ていきたいと思います。こちらになります。記憶容量とありますが、メモリーとストレージに関する情報ですね。最上位モデルに関しては 12GB のメモリに対してオプションで最大 256GB となっていますね。そして一番下に関しては 6GB プラス 128GB と、これはね普通の順当な数値になっています。そしてメモリに関して LPDDR4X の RAM になっていますので、今ある最上位の LPDDR5 とかねそういったものにはなっていません。またストレージも UFS2.2 になっていますので 3.0 というねそういったシリーズにはなっていません。そしてネットワークに関する情報になりますけども、 5G に関しては日本でいうところの N77 と N78 に対応しています。 N79 はついていませんけども、このまま入ってくればなんとか使える状況になっています。また 4G LTE に関してはちょっとバンド数としては少ないですよね。この辺はちょっとグロー
ーバル版に関しては増やしてくるんじゃないかなと思いますが、このまんま入ってくるとソフトバンクが強いわけですが、楽天あたりね B3 しかありませんのでちょっと厳しいかなという感じもします。そして Bluetooth は 5.2 に対応しています。さらに GPS に関しましてはベイド、そして GPS、ガリレオ、グロナス、QZSS ということで5種衛星測位に対応しています。またアシステッド GPS にも対応していますので、ネットワークを通じたですね位置情報も対応しています。そして Redmi Note 12 Pro Plus に関してもざっとねお伝えしたいと思いますが、こちらがねもう最上位モデルのフラッグシップになっています。中国語のままお伝えしますけども、まず特徴がなんと2億画素のイメージセンサーが積まれました。これはサムスン製のセンサーとなっています。めちゃめちゃでかいねカメラが積まれている感じがしますよね。そしてその他の大きな特徴になりますが、まず充電速度に関しては 120W に対応していますので速くなっています。また新しい違うバージョンもありますよと。そしてさらにこれがすごいんですけども、探索版とありますね。エクスプローラーバージョンということで、なんと 210W に対応しています。驚異としか言いようがありません。ですので通常のプロプラスに関しては 120W が標準になりますが、さらに上位モデルとしては 210W のモデルも出てきてしまいました。これはすごいですね。なんと満充電まで9分ということで、これはね爆速としか言いようがありませんね。何かちょっとね作業しているうちにあっという間に終わってしまうわけですが、ちょっとここねトラップではありませんけど、バッテリー容量がなんと 4300mAh というふうにあえて少なくしているので10分切ってきたのかなっていう感じにしていますね。ここはちょっとね 5000mAh であればもう少し十何分ってかかったと思いますので、なかなかうまく調整してきたなっていう感じがします。カラーリングに関しましてもね、ブラック、ブルー、そしてホワイトというふうに先ほどと同じように3色展開になっています。お値段になりますけども、Redmi Note 12 Pro に関しましては、こちらは 6GB プラス 128GB バージョンの一番ね下のモデルになりますけども、1699円ということで、1元あたり20円で換算しますと大体ですけども34,000円になっています。結構安いですよね。このスペックで34,000円で日本に入ってくればめちゃめちゃ売れると思います。そして12 Pro プラスになりますけども、最小構成モデルが 8GB プラス 256GB になっています。そちらに関しては2199元となっていますので、1元あたり20円で換算しますと大体44,000円になっています。この性能で44,000円であればねもう買いだなと思うんですけどもね、なかなかこのまんま入ってこないのは致し方ないなと思います。おそらく来年ねこのスペックであれば5万円以下で出してくれたら本当爆売れするんじゃないかなというふうに思います。はい。というわけで今回、Xiaomi Redmi Note 12 Pro、そして12 Pro Plus についてお伝えしました。11シリーズから1年越しで12シリーズというふうにアップグレードされましたけども、いかがでしょうか。ちょっと個人的にはやっぱりこういったスペック見てしまうと欲しくなってしまうんですけどもね、今回目玉はソニーの IMX766 になります。また Pro Plus に関しましてはね、2億画素いよいよ乗ってきました。ちょっとバランスを考えると IMX766 の5000万画素でも十分かなというふうに思いました。これが早く日本に入ってきてくれたらいいなと思います。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。